いつもご視聴いただきありがとうございます。美味しい吹き出しの英子です。今日は久々の朝一焼くだけパンシリーズで編み込まないウインナーロールを作ります。オーバーナイトで熟成した生地を型に入れて焼くことでしっとりふんわりもっちりとした食感の美味しい生地になります。冷蔵庫から出して約1時間で焼きたてのパンが食べられるのは嬉しいですよね。ケチャップとマスタードの絞り方も可愛くて気に入ってます。最後まで楽しんでみてください。では生地作りから始めましょう。材料はこちらです。強力粉、砂糖、塩、イースト、ぬるま湯、太白ごま油、蜂蜜、牛乳、そしてウインナーです。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まず一番最初にドライイーストの予備発酵から始めたいと思います。ドライイーストは予備発酵は不要なんですが、予備発酵させることによってイースト臭がとても減って美味しい生地になるのでおすすめです。ぬるま湯は40度ぐらいのものを使います。分量の中から砂糖を1つまみ取ってこの中に入れて溶かします。イーストを振り入れます。でこのように混ぜてこのまま10分から15分ぐらい放置します。次に粉類を合わせます。強力粉に砂糖と塩を入れて空気を含ませるように軽く混ぜておきます。はい、15分経ちました。わかりますか？ブクブクにね、泡が立って、ほらね、これで予備発酵が完了です。生地を作るボウルにこのイーストと牛乳を入れます。これもったいないからさ、この中に入れて牛乳は30度ぐらいのものを使います。こんな風に洗って入れました。で軽く混ぜて先ほど合わせた粉の半分くらいを入れます。はい、混ぜます。ガーッと混ぜて粉が見えなくなってこのくらいドロッとしたらこれで OK です。蓋をして10分室温に置いておきます。ちなみに本日の室温は24度です。はい、10分経ちました。ではこの中に太白ごま油、そして蜂蜜を入れます。で軽く混ぜます。はい、で混ざったら残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。はい、全体に水分が回ったらハムスター混ぜいきます。ハムスター混ぜというのはこのように容器を立てて上から手で押さえてヘラの根元を持ってハムスターのおもちゃのように向こう側から手前へ向こう側から手前へこの辺にこすりつけるようにすると簡単に混ざります。初めてご覧になる方もいらっしゃると思うのでこのようにして毎回同じこと言ってます。はい、あっという間に混ざります。このくらいで OK。 ボウルの周りをきれいにします。蓋をして今度は20分置いておきます。ここからは温かいところに置いておきます。いつものように熱いお湯の入ったカップと一緒にオーブンの庫内に入れておきたいと思います。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らします。生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。そしたら表面を整えます。蓋をしてまた20分温かいところに置いておきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと全く同じです。ひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。はい、生地の表面を整えたらこのように表面を濡らします。蓋をして2倍くらいの大きさになるまで一次発酵させます。はい、一次発酵が終了しました。このくらいの大きさになるのに今日は40分かかりました。では台の上に移します。
ガスを抜きます。今日はオーバーナイトにするためにイーストの量を少し減らしました。なので一次発酵にねちょっと時間かかりました。その時の状況とか、あとイーストの量によって毎回発酵の時間は変わりますので、様子を見ながら発酵させてください。はい、では重さを測ります。343g。はい、今日は5分割です。1つあたり 68g に重さを揃えます。はい、重さを揃えました。では丸めます。ここではきっちり底を閉じなくても大丈夫。丸め終わったら固く絞った濡れ布巾をかぶせます。15分ほどベンチタイムを取ります。はい、ベンチタイムの間に型の準備をします。今日使う型はおなじみダイソーさんで購入したアルミパウンドケーキ型です。前はねこれ SS サイズっていう表示だったんだけど、見てください。ここにナンバー9、ナンバー9にこういう表示に変わっています。一番小さいやつです。これを5個使います。はい、型に油を塗ります。もちろんねバターを塗っても大丈夫。私は今日は生地にも使っている太白ごま油を使っています。で、さっき使った手袋でこのように塗ります。で、このままでもいいんですけど、焼き上がった時にこことここ両端がねちょっとくっつきやすいんですよね。なのでこんな風に紙をオーブンシートをねちょっと小さめに切っておきました。それでこんな風に入れてみました。そうするとスポッと取れる。これはねもちろんやらなくても大丈夫です。私はね取り出す時のそのストレスを軽減するためにこのようなことをしてみました。はい、ベンチタイムが終了しました。では成形します。ちょっと粉つけすぎちゃった。両面に薄く粉をまぶします。で、手でちょっと広げて、それから綿棒で伸ばします。綺麗な面が下です。はい、広がりました。大きさの目安はだいたい長さが20センチぐらいで、横の幅はウインナーと同じくらいの幅です。このくらいね。で、ちなみに今日はこの香薫っていうのを使いました。シャウエッセンだとねちょっと横幅だってちょっと長さが長すぎちゃって型に入りきらなかったので、香薫がちょうど良かったです。でもお好みのサイズのものを使ってください。長かったらね切っちゃえば大丈夫。それで1回転くるんとしてウインナーを包みます。そして切り込みを入れます。この幅だいたい1センチ幅ぐらい、5本カット入れますね。そしたらくるくるくるっと巻いていきます。巻き終わりはこんな感じでキュッキュッと閉じます。はい、これで OK。 巻き終わりの部分を下にして型に入れて出来上がり。成形が終わったらタッパーに入れます。このタッパーはダイソーさんで購入したメガキーパー 3600ml です。これがねちょうど5個入るんですね。乾燥しないようにちょっと霧吹きでお水吹きかけておきます。はい、間に1枚ラップを挟みます。大きめのビニール袋にタッパーごと入れても大丈夫です。
最終発酵は冷蔵庫でオーバーナイトさせます。オーバーナイトの目安は朝一焼くだけパンの場合8時間から12時間ぐらいにしています。ではおやすみなさい。おはようございます。冷蔵庫に入れてから15時間経ちました。私はいつも朝一焼くだけパンシリーズの時はオーバーナイトの目安時間を8時間から12時間というふうに言ってきたんですけど、もうちょっと長くできないかなと思って今日は15時間に挑戦してみます。どんな感じになるかね。とりあえずはね、過発酵とかいうこともなさげ、大丈夫。では復温させます。はい、生地を天板の上に移しました。で、これから復温させようと思います。こんな感じでもう一回かぶせて、で、復温の時間なんですけど、30分から1時間ぐらいの間だったらいつでも大丈夫。今日はね、とりあえず30分置いときます。はい、30分経ちました。190度でオーブンの予熱をスタートさせました。溶き卵塗っていきます。溶き卵を塗るとツヤツヤになるので塗っています。でもね、卵じゃなくて牛乳や豆乳でも大丈夫です。なるべくこの溝には塗らない方が良かった。塗っちゃったけど。はい、 OK です。マヨネーズ絞ります。縦に1本。この絞り方はお好みです。はい、オーブンの予熱が完了したので180度に温度を下げて14分から15分ぐらいを目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。180度で16分焼きました。熱いうちに型から外します。この紙があるとね、もっとスポッと抜けてほしかった。ついてる？簡単に取り外せます。緊張した。はい、できました。お好みでパセリ。はい、完成です。ここまでご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。